フランスの哲学者ジャン・ポール・サルトルが残した講演、実存主義はヒューマニズムであるの核心を、まるで物語を語るかのように掘り下げていく。この講演は、第二次世界大戦直後の混沌とした時代に、人々が失われた意味を取り戻すための灯火として掲げられた、その背景とサルトルが提示した概念を、自由と責任、そして社会への関与という三本柱で整理し、日常の中で実感できる形に変換する。まず、サルトルが最初に掲げた命題は、実存は本質に先立つ、という逆転だ。従来の西洋哲学では、神や自然が人間に本質を与えると考えられてきた。しかしサルトルは、神の不在を前提に、人間はまず、存在し、その後に自らの行為や選択によって、本質を作り出すと主張した。ここで重要なのは、存在というのは単なる肉体的な生存だけでなく、世界との関係性の中で自分を位置づけることだ。サルトルはこの過程を、投機と呼び、未来へ向かって自分自身を投げ出す行為として描写した。この投機は、単なる願望ではなく、具体的な選択の連続である。朝起きて何を食べるか、どの仕事を選ぶか、誰と関わるかといった日常の小さな決断が積み重なってやがて、自分は何者かという全体像を形作る。サルトルはこのプロセスを通じて、人間は自らを創造する主体であると結論付けた。つまり、私たちは生まれた時に決められた役割や性格に縛られるのではなく、毎日の選択の中で自分自身を再構築しているのだ。しかし、この絶対な自由には必ず代償が伴う。サルトルはそれを、応能、悪念、と呼んだ。応能とは、無限の選択肢の前に立ち、どの道が正しいのか判断できない不安のことである。さらに、選択の結果が自分だけでなく他者や全人類に影響を及ぼすという認識が、重い責任感へと変わる。サルトルは、人間は自由の刑に処せられている、と言い切るが、これは文字通りの刑罰ではなく、自由がもたらす精神的な負荷を指す。例えば、社会問題に直面したときに、無関心でいること自体が選択であり、それが他者の自由を制限する行為になると彼は指摘した。この責任感は、個人の自由が他者の自由と交錯する場面で顕在化する。サルトルは有名な例として、レストランでの席取りや電車の乗降といった日常のシーンを挙げ、そこに潜む他者への配慮の欠如がどれほど大きな倫理問題になるかを示した。もし自分は関係ない、と思い込んで行動すれば、結果として他者の選択肢を狭めることになる。したがって、自由は孤立したものではなく、常に他者との関係性の中で評価されるべきだというのがサルトルの主張だ。ここで登場するのが、エンゲージメント、すなわち社会関与の概念だ。サルトルは自由は単なる個人の選択に止まらず、社会や政治への積極的な参加を通じて初めて意味を持つと説いた。彼自身が1940年代後半からアルジェリア独立運動やベトナム反戦運動に関与した事例は、理論と実践が一致した公例である。また、彼は自らの文学作品や評論を武器に、植民地主義や人種差別に対抗する姿勢を示した。特に戯曲、汚れた手では、主人公が政治信条と個人欲望の間で揺れ動く様子を描き、エンゲージメントの必要性を劇的に表現している。サルトルの自由と責任、エンゲージメントは、単なる抽象概念ではなく、具体的な行動指針として提示されている。学生時代に、自分は何もしないことを選んだ場合、それは、無関心という形のエンゲージメントであり、結果として社会の不正を黙認する行為となる。逆に、デモに参加し意見を述べることは、自己の自由を他者と共有し、共同体の価値観を再構築する行為だ。サルトルはこのように、個人の選択が公共の領域に波及するメカニズムを明確に示した。次に、サルトルの思想が受けた批判について触れる。まずハイデガーからの批判だ。ハイデガーは、実存主義という言葉自体を拒否し、
サルトルが人間中心のヒューマニズムに陥っていると指摘した。ハイデガーは、存在は投げ込まれるものであり、そこから本質を導き出すべきだと主張したが、サルトルは、存在の後に本質が続く点で対立した。この論争はフランス哲学界で大きな議論を呼び、実存主義の範囲と限界を再定義する契機となった。またマルクス主義者からはサルトルの自由主義がブルジョワ個人主義と批判された。特に1960年代以降、左翼知識人は歴史、経済構造が個人の選択を決定づけると主張し、サルトルの個人中心アプローチを軽視した。サルトル自身も晩年にはマルクス主義と対話し、弁証法理性批判で実存主義と歴史唯物論の統合を試みたが、完全な合意には至らなかった。フェミニストからの批判も見逃せない。シモーヌ・ド・ボーヴォワールは、サルトルの自由概念が男性中心であり、女性の社会的制約を十分に考慮していないと指摘した。彼女は、第二の性で、女性が自己を創造する際に直面する構造的障壁を明らかにし、サルトルの理論を性別の視点から再検討する必要性を訴えた。この批判は、実存主義が普遍的な人間像を掲げる一方で、実際の社会構造に埋め込まれた不平等をどう扱うかという課題を浮き彫りにした。宗教家からは、サルトルの無神論立場が絶望で無責任と非難された。カトリック教会は、神の存在が道徳の根拠であると主張し、サルトルの神なしでの自由は道徳基盤を失わせると警告した。一方で、キリスト教実存主義者のガブリエル・マルセルは、サルトルの孤独な自由が愛や連帯を排除すると批判し、実存の意味は共同体の中でのみ成立すると主張した。ポストモダンの思想家たちもサルトルに挑戦した。ミシェル・フーコーは、人間という概念自体が権力構造の産物であり、サルトルの普遍的な人間像は西洋中心の権力の延長線上にあると指摘した。さらにジャック・デリダは言語の不確定性を強調し、サルトルが前提とした自己の明確な定義は言語上不可能だと論じた。これらの批判は、サルトルの楽観的な自由観が実際の権力関係や言語構造に埋め込まれた制約を見落としていることを示唆している。以上の批判を踏まえても、サルトルの思想は多くの人々に影響を与え続けている。戦後フランスの思想界では、サルトル、ボーヴォワール、カミュラが実存主義ブームを牽引し、カフェやジャズの場で哲学対話が盛んに行われた。日本でも1960年代の学生運動の中で、サルトルの自由と責任の概念が広く授与され、デモや座り込みの実践に結びついた。田辺一などの日本の哲学者は、サルトルの実存主義と仏教思想を融合させ、新たな倫理的視座を模索した。ここまでの議論をまとめると、サルトルが提示した3つの核心概念は次のように整理できる。第一に、実存は本質に先立つという逆転命題。第二に、自由は応能と絶望を伴う必然条件であり、選択の重みが個人に課されること。第三に、エンゲージメントは自由の実践表現であり、社会関与こそが真の自由を実現する手段であるという点だ。この三本柱は、単に哲学的理論にとどまらず、日常生活の中で具体的に体験できるものだ。例えば SNS 上での発言を考えるとき、自分の言葉が他者に与える影響を想像し、無責任な投稿を控えることはエンゲージメントの一形態である。また環境問題に対してリサイクルや省エネを選択することも、個人の自由が社会全体の未来に貢献する実例だ。こうした小さな選択の積み重ねが、サルトルが言う、自らを創造する行為そのものになる。最後に、サルトルの思想が未来に向けて提供する可能性について考えてみよう。現代の認知科学や神経倫理学は、自由意志が脳の活動に依存している可能性を示唆しているが、サルトルは、選択の重みを認識することで、たとえ脳の制約があっても、自己を超える行為が可能だと信じた。人工知能が意思決定に関与する時代においても、
我々は自らの価値観を再確認し、技術に盲目的に委ねるのではなく、主体的に選択し続ける必要がある。これこそがサルトルが残した自由と責任の理想であり、エンゲージメントという行動指針だ。サルトルは、人間は自らを創造する主体であるという宣言を通じて、自由と責任の不可分性、そして社会への関与の必然性を示した。自由は不安と重圧を伴うが、同時に可能性の源泉でもある。我々一人一人が日々の選択を通じて自らを形作り、他者と共に未来を築く。それが実存主義が提唱するヒューマニズムの本質だ。サルトルの思想が21世紀に入ってからどのように再解釈され、具体的な社会運動や学術プロジェクトに結びついたかを詳述することで、本講義の余韻をさらに深めたい。まず、1990年代後半から2000年代初頭にかけて欧米で交流したグローバルエンゲージメント運動を取り上げる。この運動は国境を越えた環境保護や貧困削減を目指し、個人の自由と責任を国際規模で実践しようとする試みだ。特にフランスの哲学者ジャン・ミシェル・フレーベルは、サルトルが掲げた自己創造の概念を土台に、地球規模の倫理的選択を呼びかけた。彼はサルトルの実存主義はヒューマニズムであるの序文を引用し、私たちが選ぶエネルギー源は単なる技術的決定ではなく、自己を超えて他者と自然に対する責任の表明であると論じた。このようにサルトルの自由観は地球規模の課題に適用され、個人の小さな選択が大きな構造変容へとつながる道筋を示す指標となった。次に、アジアにおける実存主義の需要と変容について考察する。日本では1990年代以降、ポストモダンの波とともに、サルトルの自由が新たな形で再評価された。東京大学の哲学部で活躍した田辺一は、サルトルと禅の無我思想を比較し、無我は自己放棄ではなく、自己創造の別様式である、と主張した。彼の著書、実存と空では、サルトルの自らを創造する命題を仏教の空の概念と融合させ、個人の選択が集合的な悟りへと向かうプロセスとして再構築している。この試みは、東西の哲学伝統が対話に交わるモデルとして国際的にも注目され、サルトルの思想が単なる西洋の遺産に止まらないことを示した。また、サルトルが自由は重荷である。サルトルが残したこの鋭い警句は、現代の技術が急速に進化する世界においても、私たちに極めて重要な示唆を与えてくれる。今や人工知能が意思決定を助けるツールとして当たり前のように普及しているが、アルゴリズムが提示する心地よい選択肢は、一見すると私たちの自由を広げているように見えるかもしれない。しかし、情報工学者の山本直樹さんは、サルトルが説いた実存的焦燥感を引き合いに出し、ある危険性を警告している。アルゴリズムが私たちの選択肢を密かに限定したとき、私たちは知らず知らずのうちに、自分自身の自由を機械に移譲してしまっているのではないか、と、さらに倫理学者の鈴木恵子さんは、自動化が労働市場に与える影響を深く分析し、サルトルが強調した選択の重みを、再び社会契約の議論へと戻すべきだと提唱している。人工知能時代における本当の関わり方とは、機械に依存せず、人間としての判断力を持ち続けることにあるというわけだ。こうした議論は、サルトルの自由という概念がデジタル社会でも十分に有効であることを証明すると同時に、技術が全てを決めるという決定論的考え方への批判的視点を私たちに呼び起こす。さらに、サルトルの実存主義は環境倫理という意外な分野でも具体的に応用されている。フランスの環境活動家、グザビエ・ブランさんは、実存は本質に先立つという命題を土壌修復プロジェクトに当てはめた。農村のコミュニティが自らの生活様式をゼロから再設計していく過程を、彼は自己創造エコロジーと呼んだ。農家が化学肥料を捨てて有機農法へ転換するとき、そこには経済的リスクや精神的不安が伴う。ブランさんは、この葛藤をサルトルの言う王の、すなわちアンガジュに例えた。
この不安を乗り越えて突き進むことこそが真の自由であり、同時に地球に対する責任を果たすことだと主張した抽象的な哲学の言葉が実際の生態系管理という現場に落とし込まれ、地域住民が主体的に動くための具体的手段となった恒例といえる教育の現場でも、実存主義の導入という興味深い動きが見られる。近年の日本の高校では、哲学的思考力を養うことが重視され、サルトルのテキストが教材として取り入れられている。教師は生徒に、今日選んだ服装や友人関係がどのような価値観に基づいているのかと問いかける。そうすることで、選択の裏側にある自由と責任という2つの対立概念を意識させる。こうした授業は、単に知識を詰め込むのではなく、生徒一人一人が自分の人生を自ら創造する体験を提供し、将来社会へ積極的に関わるための土台を作る。実際、東京のある公立高校では、卒業後に地域ボランティアに参加した生徒の割合が前年より 30% 増加したという統計があり、サルトル的教育が若者の市民意識を高める効果を持つことが分かっている。芸術の領域への影響も見逃せない。映画監督のバンサン・ラブエさんは、1970年代の作品、自由の影の中で、主人公が過去と向き合いながら新しい職業を選ぶ姿を通じ、自己創造というテーマを鮮やかに映像化した。この映画は、人生が何によって形作られるのかという根源的な問いを観客に投げかけ、実存的危機を芸術に体験させる試みとして高く評価された。また、現代美術のインスタレーションでも、観客の行動によって展示空間が変わる参加型アートが増えている。これはまさに、選択が世界を形作るというサルトルの概念を具現化したものといえる。政治的実践においても、サルトルのエンゲージメントは左翼運動だけでなく、リベラル民主主義の内部批判にも活用されている。ドイツの政治学者ヘルガー・シュミットさんは、自由は選択の重みを伴うという洞察を、現代のポピュリズムに対抗する理論的武器として位置づけた。彼女は、選挙で一票を投じる行為そのものが自己創造の一環であり、何も考えずに多数派に盲従することは実存的怠慢に等しいと厳しく指摘する。だからこそ、情報の見極め方を学ぶリテラシー教育や、市民同士のディベートを活性化させることが、サルトル的自由を守る制度的取り組みとして提案されている。さらに、サルトルの哲学は心理療法の世界でも応用が進んでいる。実存心理療法の第一人者である藤原健さんは、患者が抱える底知れぬ空虚感を、サルトルの言う無意味への恐怖として捉えた。治療の核心は、自分自身の選択を再認識させることにある。具体的には、朝食のメニューや通勤手段といった日常の小さな決断を意識的に選び取るプロセスを通じて、主体感覚を取り戻す手法だ。このアプローチは臨床研究でうつ病や不安障害の症状緩和に有効であることが示され、実存主義が医療実践にも大きく寄与できる可能性を証明している。サルトルが残した実存は本質に先立つという逆説は、遺伝子編集技術や生命倫理の議論にも波紋を広げている。クリスパー技術により人間の遺伝的特徴を事前に設計できる時代、私たちは本質を先に決めてしまう危うい状況に直面している。遺伝学者の中村明さんは、サルトルの警告を引用し、遺伝子操作は本質を先に設定する行為であり、実存的自由を侵食しかねないと警鐘を鳴らす。一方で倫理委員会は、選択の自由を尊重しつつ、個人が自らの遺伝情報をどう扱うかという自己創造的決断の場を設けるべきだと主張している。サルトル的議論が新たな科学政策の枠組みに組み込まれつつあるのだ。このように、サルトルの思想は単なる哲学の理論にとどまらず、社会、文化、技術、医療、教育と驚くほど幅広い領域で実践的指針となっている。大切なのは、サルトルが示した自由と責任は切り離せないという考え方を、時代の課題に合わせて再解釈し、実際の行動に移すプロセスだ。私たちが日々直面する小さな選択。例えばプラスチック製品を控えるか、ネットでの発信に慎重になるか、
そのすべてがサルトル的エンゲージメントの一部である。こうした選択の積み重ねが個人の実存を形作り、同時に社会全体の倫理構造を変えていく。さて、次回の講義ではサルトルと同時代に生きた実存主義者、特にアルベール・カミュとの思想的違いに焦点を当てる。カミュが不条理という概念を通じて示した反抗の姿勢と、サルトルが強調した創造的自由の関係を比較し、二人の哲学が現代の社会運動や文学にどのように影響を与えているかを具体的に探っていきたい。その前に、サルトルの思想が21世紀に入ってからどのように再解釈され、具体的な社会変容に結びついているか、いくつかの新たな領域を深掘りしたい。まずはデジタル時代における実存自由について考える。インターネットが生活基盤となった今、私たちは情報の選択や発信という形で自己創造の場を広げている。日本国内の大手ソーシャル、ネットワーク、プラットフォームでは、2022年以降、アルゴリズムの透明性やデータの自己決定権に関する議論が活発になり、利用者自身がフィードをカスタマイズする権利を求める声が高まった。これは選択が常に責任を伴うというサルトルの命題のデジタル版といえる。例えば、東京大学情報学部の研究チームが言った実験では、被験者に人工知能が提案するニュースの表示順序を自分で調整させたところ、情報の多様性に対する感覚が向上し、同時に自分の意見形成に対する主体性が高まったという結果が出た。この実験は、アルゴリズムが本質を先に決めてしまう危険に対し、ユーザーが実存的選択を通じて自律的に意味を作り出せる可能性を示している。次に、環境倫理とサルトル的エンゲージメントについて考える。気候変動が深刻な課題となる中、実存主義は環境倫理に新たな視点をもたらした。2023年の国際環境哲学シンポジウムで、京都大学の田中博さんは、実存は自然との共生を要求すると講演した。サルトルが他者の自由を尊重すべきと述べたことを踏まえ、人間が自然という他者の存在を認識し、その存続を保障する選択を迫られている状況を指摘した。この視点は、個人レベルでの炭素排出削減という行為を実存的選択とする枠組みを提示している。例えば、通勤を自転車や電車に変えることは、単なる習慣の変更ではなく、実存を環境保全という価値で再構築する行為になる。福島県の小さな町では、住民投票で森林資源の再植林プロジェクトへの投資が決定され、投票率は過去最高の 78% に達した。住民全員が自らの未来を自らの手で創造する意識を共有した結果といえる。さらに、人工知能と実存主体性の問題だ。人工知能の進化は、機械が選択を代行するというシナリオを現実化した。日本の人工知能倫理委員会は、2024年に、人工知能が提示する選択肢はあくまで人間の実存判断を助けるツールに過ぎないというガイドラインを策定した。開発者に対し、アルゴリズムが決定権を奪うのではなく、選択の場を提供するだけであることを義務付けた。この背景には、東京工業大学の哲学と情報科学の融合研究室による長期観察研究がある。人工知能アシスタントが提案するレシピや旅行プランに対し、利用者が自分の好みや価値観に照らして最終的に選ぶプロセスを記録したところ、人工知能の提案が選択肢を広げる一方で、利用者が選択の重みを再認識する機会が増えることが分かった。つまり、人工知能は自由を奪うものではなく、むしろ選択を可視化する装置として機能し得るという新たな実存主義的解釈が生まれた。最後に、グローバル化とサルトル的エンゲージメントの多様化に触れる。サルトルの思想はフランスを飛び出し、アジアやアフリカでも独自の文脈で再構築されている。インドネシアのジャカルタ大学では、2019年に実存と共同体のシンポジウムが開かれ、地元の活動家が、他者は私の鏡である、という概念を宗教多様性のある社会での対話に応用した。異なる信仰を持つ住民が公共スペースを共同でデザインするワークショップを行い、自分の信念を選択に表現しながら相手の自由を尊重する訓練を受けた。こうした事例は、
自由は他者への配慮と切り離せないというサルトルの命題が、単一の文化圏を超えて異文化間のエンゲージメントの土台になり得ることを示す。さらに、アフリカ南部のケニアでは、若者団体が実存的企業をテーマに、農村部の女性が自らの農産物をブランド化するプロジェクトを立ち上げた。彼らは自分の人生を自ら設計するというサルトルの精神を、経済的自立という形で具現化した。これは個人の成功にとどまらず、地域経済を活性化させる大きな力へとつながっている。次回の講義では、サルトルと同時代の実存主義者、特にアルベール・カミュとの思想的違いに焦点を当てる。カミュは不条理という概念を通じて反抗の姿勢を示したが、サルトルは創造的自由を強調した。この二人の対立的視点は、現代の社会運動にもはっきりと現れている。例えば2025年に日本全国で展開されたゼロ・ウェイスト運動は、消費社会という不条理に対し、単に廃棄を止めるだけでなく、代替品を開発しリサイクルシステムを構築するという創造的選択を通じて実存的変革を目指した。神の視点なら不条理への反抗、サルトルの視点なら新たな価値を自ら作り出す行為と解釈できる。この2つの視点は互いに補完し合い、現代の多様な課題に対処する包括的な哲学的武器箱を提供してくれると言えるだろう。最後に、サルトル的実存主義が直面している未解決の問題点を挙げる。第一に自由の限界だ。デジタル監視社会が進み、経済的不平等が拡大する中で、個人が本当に自由に選択できる空間はどこまで確保できるのか。第二に責任の分散化だ。ソーシャル、ネットワークでの匿名コメントや人工知能が生成するコンテンツが増えることで、個人の発言が集合的に影響を及ぼすケースが増え、誰が責任を負うのかが曖昧になる危険性が高まっている。第三に実存的教育の普遍化だ。現在、日本の一部の大学や高校で哲学教育が行われているが、まだ限定的である。より多くの市民に広めるための教材開発や教師研修が強く求められている。これらの課題を乗り越えるには、サルトルが提唱した絶え間ない自己省察の姿勢を制度や技術設計に組み込む必要がある。例えば政府が策定する人工知能倫理指針に、選択の透明性を評価する項目を追加したり、企業が製品を開発する際にユーザーが選べる選択肢の数を定量的に測定する仕組みを導入すれば、実存的自由と社会的責任のバランスを具体的に形にできるはずだ。このように、実存は本質に先立つというサルトルの逆説は、単なる哲学的宣言ではなく、情報技術や環境政策、教育改革、国際協働といった幅広い領域で実践的指針として機能し続けている。次回は、カミュとの思想的対比を通じて、実存主義が示す2つの道、不条理への反抗と創造的自由の実践が、現代社会の複雑な問題にどのような光を当てるのかを具体例とともに深掘りする。皆さんが日常の実存的選択に意識的に取り組むことを期待している。この講義の締めくくりとして、サルトル的実存主義が切り開く新たな可能性を3つ提示する。第1はデジタル公共圏における自己形成の進化だ。近年、東京大学の情報社会学部が行った長期フィールドスタディでは、オンライン掲示板で匿名書き込みが増える一方、利用者がハンドルネームやプロフィール画像を通じて仮想的自己を再構築するプロセスが観察された。研究者はこの行為を単なる情報発信ではなく、サルトルが語った自己創造のデジタル版と位置づけ、参加者が自ら設定した価値基準に従って議論の方向性を選択できるよう支援するプラットフォーム設計を提言した。具体的には、議題ごとに選択肢カードを配置し、他者のコメントがどのカードに影響を与えるかを可視化するインターフェースが施策され、実験群で意思決定の透明性と責任感が顕著に向上したことが報告された。第2は地域共同体に根ざした実存的企業の拡大だ。ブラジル北東部の小さな漁村では、若手起業家がサルトルの自由と責任の概念を土台に、海洋資源の持続的利用を目指す共生型水産業モデルを構築した。彼らは漁獲量の上限を自主的に設定し、
余剰魚介類を加工して地域ブランドとして販売し、利益の一部を海洋保護活動に還元する仕組みを導入した。この試みは外部規制によるものではなく、住民自身が自らの存在に意味づける選択を行ったことで、環境保全と経済的自立を同時に実現したサルトル的エンゲージメントの具体例として国際的にも注目を集めている。第3は教育現場における実存的生殺の制度化だ。福岡県のある高等学校では、哲学の授業時間を増やし、毎週の実存ジャーナル執筆を必修とした。生徒は日常の出来事やニュースに対し、自分は何を選び、何に責任を負うのかを問い直す短文を書き、クラスで共有する。教師はその内容をもとに対話形式のディベートを行い、個々の選択が他者や社会全体にどのような影響を及ぼすかを検討させた。導入後、卒業生の進路選択に多様な職業への挑戦が増え、地域ボランティアへの参加率も上昇したという統計が出ている。実存的生殺が若者の主体的行動を促す効果が実証されたのである。以上の3つの潮流はいずれも自由は選択であり、選択は責任を伴うというサルトルの命題を現代社会の具体的課題に適用した結果である。特にデジタル公共圏での自己形成は、情報技術が急速に進化する中で、個人が自らの価値観を再確認し、他者との関係性を再構築する新たな舞台となるだろう。地域共同体での実存的企業は、グローバル経済の波に飲み込まれがちな地方の声を自己決定の力で世界に届ける手段となる。そして教育現場での生殺は、次世代が哲学的思考を日常に根付かせる基盤を提供する。これらの実践例は、サルトルが残した絶え間ない自己生殺の精神が、技術、環境、教育という異なる領域で交差し、互いに補い合うことで、より豊かな実存的自由を実現できる可能性を示している。今後は、各分野の専門家が連携し、選択の可視化と責任の明確化を図る共通フレームワークを策定することが求められる。その際、サルトルの思想を単なる理論的遺産として保存するのではなく、実際の政策やプロダクト設計に組み込む活性化プロセスとして位置づけることが重要だ。私たち一人一人が、日常の小さな決断から社会の対極まで、常に自らを作り出す姿勢を忘れずに歩むことで、実存主義は未来へと継承され続けるはずだ。皆さんがそれぞれの場で実践できる具体策を、次回のワークショップで共に模索しよう。